どうも、こんにちは。デミカでーす。さあ、今日は8回目、8日目8日目っていうことでね、半分まで来ましたよ。はい。じゃあ今日はね、何をやるか、お見せしようと思いますよ。はい、こちらでございます。はい、ダン。はい。今日は、こいつですね。これです。これもね、またね、スクエアにしたらね、なんか雰囲気変わりそうだなと思ったわけよ。でね、まあもちろんやってみましたよ。はい、やってみました。はい。こちらでございます。はい。ちょっと。まあほぼ一緒なんですけど、ね、この辺とか。でも真ん中黒いじゃん。で、ポンポン、ポンポン、ポンポンってあるじゃないですか。なんかこっちよりもなんかごちゃごちゃした感じがすごいあるんだけど、そんなことない？直でこうやって見てるとすごいごちゃごちゃした感じがあるんだけど、どうだろう、画面通したらどうなの？そうでもないのかな？画面通したらそうでもないのか。なんか実際にこうやって自分のさ、見た目とさ、画面通した雰囲気ってちょっと違ったりするんだよね。まあ遠目か近めかっていうことの問題なのかもしれないんだけど、まあこんな感じで今日やっていこうと思いますよ。ね。ほぼ一緒なんだけど、ポン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 ってこの角っこが入るんで、なんか入るとなんかまたイメージ変わりますよね。はあ。はあ。ね、なんかこっちにも入れてもいい感じもしたいでもないけどね、この程度だったらね。まあそういうデザインにしてもいいんだけれども。まあ今日はこんな感じでね、こちらですね。これをスクエアで、ね、モチーフで編むと、こうなります。ということでね、これをやっていこうと思います。というわけで、いや、うかめはい。では、早速、やってまいりたいと思います。はい。今日はこちら。ね、479番の方でございますよ。はい。もうなくなってまいりました。さあ、どっちだこれ外側内側やだ、これ外側だわ、これ。はい。こっちですね。はい。じゃあ、こっちから、はい。やっていこうと思います。はい。じゃあ、中心をいつものごとく、一回巻いて、ぐさっとね、刺して、引っ掛けて抜いて、はい、止めますと。はい。で、こっから4目の、四角い作り目をしてきますね。細編み4つ、角に鎖編みを2つを4回繰り返します。細編み、角、細編み、角、はい、細編み、角、はい。で、これでギュッと引っ張ります。で、今回は真ん中がこう独立してないんで、四角だけじゃなくてこうつなげてるんで、今回は切らないでそのまま進んでいこうと思います。はい。で、切らないで進む場合は、一番最初に細編みを編んだところですね。細編みを編んだところの頭にブスッと刺します。はい。ブスッと刺して、で、次のお色を足していきます。はい。で、ここ引き抜きます。はい、引き抜いて、で、今回はこいつも持ってくとぶっとくなるからやめとこう。はい、はい。はい。で、止めて、はい、こんな感じですね。はい、で、止めといて、はい。で、立ち上がったらこの目はとりあえず置いといて、一番最後にまた目を入れるので、完成させるので、とりあえず今のところ置いといて、隣の目に移動。はい、隣の目に移動をして、細編みをして、角。はい。まあ、ここまで編んできて皆さんお気づきかと思いますが、すべてのもので、2段目、この、私の場合は白ですけど、2段目に入れてるやつは、基本的には全部細編みでございます。はい。それしかできませんから。はい。それ以外に何もできませんので、基本的に2段目は全て細編みということになってますわ。はい。で、モザイク編みですので、ここでまた一言、言っておきますね。もし万が一これを初めて見るっていうね、方がいらっしゃった時のために説明をしておきますが、モザイク編みは基本細編みは全て、細編みは、筋編みでございます。はい。筋編み。特別な場合を除いて筋編みでございます。はい。で、長編みっていうのはね、この残した筋編みをした時に残した筋を引っ掛けて、長編みを編んでいきます。はい。それ鉄板。基本それでございます。基本はね。はい。じゃあ、この段はもう素直に、こうやってね、はい。全部に細編みを入れて、ね、3個細編み入れたら角。3個細編みを入れたら、はい。角。はい。角は
鎖編みを2つ。はい。で、ここですね。この最後の辺のとこです。1つ細編みを入れます。で、2つ目がさっき立ち上がったところです。はい。ボヨヨンとなってると思いますが、はい。これはいいですよ。後で締めるんで大丈夫です。はい。で、じゃあどうやってやるのっつったら最後のこの最初立ち上がったところはこの目の中に針を入れてね、だからボヨヨンでいいんですけど、で、クッてやるとね、こう根元、白いのが出てきてるもっと大元のとこですね。そこに入れますね。はい。で、次編む糸、こいつをこう引っ張り上げながら、引っ張り上げながらね。はい。まあ、ここにかけといただけでもいいんですけど、細編みをします。はい。で、これで、ここの目が完成ということになりますね。立ち上がった目が、これで最後に一目入れて完成。で、引っ張ります。よーく引っ張ってください。はい。ギュッと。はい。それやんないとちょっとね、ボワンっていう感じになっちゃうんで、ちょっと今こう、なんとなくこう広がった感じあるでしょ。まあこれ編んできゃ閉じるんですけど、まあ、なるべく引っ張った方がいいです。一生懸命。はい。そうしましたら、今完成させたこの目がありますね。そのお隣の目の頭に、もちろん、筋編みを編むように向こう側だけを取るようにね。はい。バックループだけを拾うように針を刺します。はい。で、引き抜いて、立ち上がる。はい。立ち上がってギュッギュッてやって。はい。で、そうしましたら、ここの目はさっきと同じですね。放置でございます。隣の目に移動して、細編みを編んで、角。はい。立ち上がった時、必ず一緒です。毎段一緒。立ち上がった目、そのまま放置して、隣の目に針を入れて、細編みを一つして、角とね、鎖編みを二つ。これはもうどの段も一緒です。はい。じゃあ、三段目、どうやっていくかと言いますと、まず一つ、細編みをします。はい。一つ細編みをします。そうしましたら、次、長編みをします。長編みは引っ掛けて、先ほど言いましたように、この残ってる筋のところに引っ掛けて長編みをします。で、ここが1、2、3と3辺あるんで、まず、一つ細編みをした後に、こう、長編みをする場合、一番最初のね、1、2、3ってあるところの一番最初ですね。ここの筋に引っ掛けて、はい。で、長編みを編みつけます。はい。ね。はい。で、真ん中細編み。で、次、また長編みをします。引っ掛けて、1、2、3番目、端っこのここ。この筋ですね。これを引っ掛けて長編みをします。はい。で、一番最後のこの前段の鎖編みのところに忘れずに細編みを一つ入れて、はい。で、そしたら、角。はい。同じようにやっていきますよ。もう一度やっていきます。はい。まずは、細編みを一つ入れて、はい。長編み。一番端っこ。1、2、3って並んでるところの最初の筋。はい。に長編みを入れて、はい。で、真ん中は細編み。で、また長編み。はい。はい。で、最後。この前段鎖編みのところを忘れずに、間違いないように取らないとね。はい。で、ここに細編みをして、角。はい。こんな感じですね。ね。こう。3つ並んでるところの両脇に入れていく感じで。じゃあ、こんな感じでこの段をやっていきます。はい。角っこ。よし。で、真ん中。で、角っこ拾って。で、一番最後、細編み、角。はい。細編み、長編み、細編み。はい。細編みのところまで編んできました。次、ここさっき立ち上がったところですね。立ち上がったところ、ここは長編みを入れる場所になるので、先ほどのようにここに目を入れるのではなく、これを覆いかぶすように長編みを普通にします。はい。はい。長編みをしますね。で、最後長編みを最後こうやって引き抜くときに、次の糸、これちょっと引っ掛けてあげます。はい、持ち上げてあげます。はい。で、引き抜きます。はい。これでね、この段終了です。パカしてますけど、次でまたね、移動したらくっつくんで問題ございません。はい。この立ち上がったところ、なぜ立ち上がってすぐ隣に行くかっていうのはこれが理由ですね。立ち上がった部分に長編みが入る可能性があります。で、立ち上がった時に長編み入れるわけにはいきませんね。うん。
なので一周回ってきて長編みをする。ただ、じゃあ細編みだったら入れてもいいんじゃないのって言って、毎回毎回ね、それ変えるのもね、あれなんで、必ずもう同じようにしていくために、立ち上がったらすぐ隣。はい。そんな感じですね。立ち上がったらすぐ隣。そして最後に目を入れる。細編みだろうが長編みだろうが最後に目を入れる。はい。じゃあ隣に針入れます。隣に針入れたら、持ち替えて、はい、4段目いきますよ。はい、引き抜いて立ち上がる。立ち上がったらちょっとギュッと締めて、で、放置。一番最後にまた入れますから。はい。隣、さらにお隣の目に行って、細編みで角、角。はい、ここは全部一緒です。はい。じゃあ4段目どうするかっていうと、ここは、ちょっと待ってね。こうでしょ。ここがクロス。はいはい、わかりました。はい、3つ細編みです。1、2、3と細編みをします。はい。細編みをしたら、ここの真ん中に一つ長編みを下ろします。ね。ここ。ポチってなってるところにね、ここに筋がありますんで、はい。筋に引っ掛けて長編み。はい。で、細編み3つ。1、2、3で角、角。はい。もう一回やります。細編みを3つ入れます。1、2、3と入れたら真ん中に長編みを入れます。はい。で、また細編みを3つ。1、2、3。で、角、角。はい。こんな感じですね。はい。真ん中に長編みを下ろすだけですね。それ以外は細編み。はい。でこの段、4段目はこんな感じでやっていきます。はい。1、2、3で長編み。はい。で、1、2、3で角、角。はい。1、2、3で長編み。で、はい。で、最後のとこですね。長編みをして1つ細編みをしました。で、細編み3つ入れるところの2番目がこう立ち上がったところなので、ここは細編みを入れるところなので、この目の中に針を入れて、ヒュッてやると白が出てきてるところがここにありますね。ここのとこね。はい。ここにグッと入れて、引っ張りつつ、ね、こいつを持ち上げつつ、細編みを編み入れます。はい。で、これでこの段が終わりました。4段目終了ですね。はい。こんな感じになってます。はい。いやさ、ちょっとさ、今さ、ふと気がついたんだけどさ、ちょっと親指汚れてんじゃん、爪のところがさ。ちょっとさ、勘弁してくださいわ。これね、ちょっと朝ね、しそをね、ちょっとこうやってもいでたのね、葉っぱを。もいでたの。なんかダメになってきたから、ダメな葉っぱをね、ちょっともいでたわけ。そしたら汚れちって。言い訳すんな。あ、すいません。すいません。はい。はい。はい。じゃあ行きます。はい。5段目行きます。はい。あ、すいません。揺れました。頭ぶつけました。すいません。はい。じゃあ、ブスッと隣入れますね。はい。で、引き抜いて、立ち上がる。はい。立ち上がりました。で、この目は放置で、さらにお隣へ。はい。で、ここで細編みして、ガッド、ガッド。はい。こんな感じです。はい。じゃあ、5段目どうやっていくかっていうと、どうなってんの5段目。はい、わかりました。5段目。5段目も、はい、1つ細編みをしますね。1つ細編みをしたら、長編みです。はい、長編み。ここに1、2、3と横筋がね、筋が残ってると思います。一番最初の筋ですね。はい。ここに引っ掛けて、長編み。はい。で、5つ細編み。1、2、3、4、5。はい。で、そしたらまた、ここ1、2、3と並んでるところの一番最後のところですね。3番目の筋に長編み。はい。で、最後、前段、鎖編みのところに忘れずに細編みをして、角、角。はい。こんな感じです。はい。もう一回やります。一つ細編み。はい。で、長編み。はい。で、5個細編み。1、2、3、4、5。はい。で、最後に長編み。で、一番端っこに細編み。角、角。はい。角、角。はい。こんな感じですね。はい。5段目はこんな感じになりますんで、
はい、進めていこうと思います。はい、一つ細編み、長編み、おりるるるる。はい、はい、2、3、4、5。はい、1、2と。はい。こことりあえず5個細編みをしてきました。そしたら、この段の立ち上がりのとこですね。この段もこの立ち上がったところに長編みを入れることになりますので、この白いのね、前段の色ちょっと引っ張って閉じてあげて、入れないからもうね、ここね。はい。で、そしたら、普通にかぶせるように長編み。1、2、3と並んでるところの一番最後のところですね。ここ引っ掛けて長編み。最後に引き抜く手前で引っ掛けといて、はい。で、これで止めます。はい。こんな感じになりました。はい。5段目です。5段目終了になりましたね。はい。で、そしたら、お隣の目に針を入れて引き抜きます。立ち上がってギュッと締めたら、さらにお隣に目を入れて、細編みを編んで角角。はい。こんな感じになります。さあ、じゃあ、次はどうなるのかな。はい。次も、細編みを、次は5つですね。細編みを5つ。はい。1、2、3。なんか引っかかってる。はい。3、4、5としたら、真ん中に長編みをします。はい。で、また5つ細編み。1、2、3、4、5。はい。で、角、角。はい。この段は難しいことございません。ただ真ん中に長編みを下ろすだけで、それ以外は全部細編みです。はい。じゃあ、この段はそんなに難しいことないっていうかね。やることないからそんなにね。はい。じゃあ、そんな感じで、6段目入れていこうと思います。3、4、5で長編み。はい、最後のとこまで来ました。長編みを入れた後に細編みを3つしてきました。で、4つ目が立ち上がりのところなので、ここにも細編みを入れるので、上からプッと入れたら、プッとひっくり返して、こう引き上げてかね、こうやって引っ張って、ここじゃっつんでブスッと入れて、はい。で、次、こうね、引っ掛けて持ち上げながら、細編みと。はい。で、これで6段目が終了です。はい。こんな感じになってますね。なんだかよくわかりません、まだ。はい。次入れたらなんとなくわかりますわ。はい。はい、じゃあ7段目いきます。はい。お隣の目にぐさっと刺して引き抜きます。立ち上がると。はい。そしたらさらにお隣の目に針を入れて、細編みをして、角、角。はい。で、次はどうするかっていうと、この段は、とりあえず3つ細編みします。1、2、3と細編みをしたら、長編みを1つ入れます。はい。で、細編みを1つ入れます。そしたらまたさらに長編みを入れます。はい。で、また細編みを1つ入れます。長編み入れます。交互ですね。ずっと。はい。細編み入れます。長編み入れます。はい。とりあえずこんな感じになってきましたね。4つ長編みを今入れましたけれども。そしたら、細編みを3つ。1、2、3で角、角。はい。こんな感じになります。もう一度。はい。3つ細編みをします。1、2、3。はい。で、長編み、細編み、長編み、細編み、長編み、細編み、長編み。はい。長編みが4つ入ったら、端っこまで細編み3つ。で、角、角。はい。こんな感じです。7段目はこんな感じになります。まあなんかこうね、
なんかこうやって見るとこまごまこまごましてる感じがするけど、大したことはやってませんから。はい。大したことはやってませんから大丈夫ですよ。はい。こんな感じでやっていきたいと思います。これ7段目ですね。はい。じゃあやっていきます。2、3で長編み。はい、最後のところまで来ました。ね、長編みをして一つ細編みをしました。で、立ち上がったところ、ここも細編みですね。なので、ブサッと刺して、グッと刺して、引っ掛けつつ、次の糸を出します。はい。持ってきます。はい、こんな感じです。これで7段目が終了しました。はい、7段目。次、8段目。ちょっと一回回しとこうかな、これね。はい。8段目。隣にまたブスッと入れて引き抜いて留めます。はい。で、そしたらさらにお隣に行って細編みをして角角。はい。では8段目ね、ここから8段目どうするかっていうと、ここは長編みがね、ちょろっと入ってきますよ。はい。細編みを1つします。はい。そしたら連チャンでここに1、2、3って筋があると思いますけど、全部に長編みを入れてあげます。はい。1つ、2つ、はい、引っ掛けながらね。はい、3つ。はい、3つ入りました。はい、3つ入ったら、あとこの間ずっとだから7つ、7つ細編み。1、2、3、4、5、6、7ですね。はい。で、そうしましたら、ここも当然のように長編みを3つ入れます。はい、3つ。はい。で、ずっと私、長編みを連チャンで編む時のコツで、最後ね、細編みを入れて、角、角。ね、長編みを入れる時のコツでずっと話をしてるんですけど、まず細編み入れますね、ここね。長編みを連チャンでする際には、真ん中がボヨーンと出っ張らないように、最初普通に編んだら、真ん中、ね、3つの真ん中は少し、沈める感じで少しきつめで、ここはまあ普通でも大丈夫ですけど、はい、こんな感じですね。まあ3つぐらいだったらあんまり気にしなくて大丈夫です。はい、5つぐらいになったら気にした方がいいです。はい。で、これで細編みを7つ編んだらまた3つ。はい。ここは普通に長編みを編んで、真ん中はほんのりきつめ。はい。はい、ほんのりきつめで端っこ少しね、普通にね編めばいい。はい、で細編みをして角角。はい、じゃあこの8段目はこんな感じですね。はい、3連チャンの長編みを編みつつ8段目を編んでいこうと思います。はい。じゃあね、ここからやろう。ね、ここ、細編み7つ編んできました。で、ここ3つ長編みを入れるところですね、最後ね。はい。じゃあ最初の長編みは、まあ普通に入れられますね。普通に入れられる。はい。で、次の長編み。次は、ここ。前段のさらに下、前段の立ち上がりのとこなんですね。で、前々段がね、ここ目がかぶってるとこになるんです。目をこう、次の段行く時に拾うところ、拾うっていうかなんだろう、立ち上がるところっていうのかな。ね。なので、前段の糸がこう二重にかぶってるんですね。後から来たやつですわ。で、最初に編んだやつですわ。ね。そんな感じで、こう、2つあるんですね。これ上の方を引っ張ってこう引っ掛けると穴が開いちゃうんで、こっち本来の筋の方、こっちですね。細編みをしているところの細編みの残ってる筋、こいつを拾います。はい。そうすると穴が開かず、普通に他のところと同じように拾ってるわけですから、穴が開かずきれいにかぶさります。はい。で、ここの立ち上がりですね。この段の立ち上がりのところ、ここも
長編みするだけなので、一番端っこのこの筋拾って、この段終了になりますね。はい。で、これを引っ張り上げて、はい。引っ掛けます。はい。引っ掛ける力ね、こう通してあげてね。引っ張ってあげます。で、チェンジ。次。はい。お隣に刺して引き抜いて止めます。はい。これ引き抜いて止めた時にここにも筋があるじゃないですか。こいつの目。ここの目の上にこう、今、引き抜いて止めてるね。これね。これなんですよ。見えてたのがね。で、これ引っ張っちゃこう穴が開いちゃうんで、こっちを引っ張るっていう話ですね。ここですね。今、さっきここで説明したのは、こいつをここに入れるってことですね。はい。はい。じゃあ、このまますぐお隣に行って、細編みを編んで、ガド、ガド。はい。で、これはもうずっと、細編みになるので何個ですかね。1、2、3、4、5、6、7、8。8ってことないな。7個。7個か。7個筋編みじゃねえや。そうですね。筋編みですね。はい。7個筋編みをしていきます。1、2、3、4、5、6。はい。7です。はい。7したら長編みを1つ。はい。で、細編み1つ。で、長編み1つ。はい。そしたらまた7細編みですね。1、2、3、4、5、6、7でガドガド。はい。この段はこんな感じです。端っこずーっと細編みをしてきて真ん中2つだけ長編みを下ろす感じになります。はい。じゃあこれでちょっとやってみますよ。1、2、3、4、5、6、7で長編み、細編み、長編みでまた7つ細編み。1、2、3、4、5、6、7でガドガド。はい。じゃあこんな感じで続きをやっていきましょう。はい。はい。とりあえずここ5個細編みをしてきました。ここは同じように細編みを入れるので、普通に穴にぐさっと刺して引き上げながら、はい。細編みをして終了です。この段ね。はい。こんな感じになってます。これで、何段だ ?9 段だよ。はい。次、10段目。はい。では、隣にブスッと刺して、白いの引き抜いて、はい。止めます。そしたらさらにお隣の目に行って細編みをしたら角角。はい。じゃあまず最初は細編みを一つします。で、その後、ここですね。ここのとこの手前まで全部長編みになります。ここは。はい。7個かな ?7 個ですね。はい。じゃあ一番端っこにあるとこ間違いないね。これ最後。前々段の最後端っこね。前々段の、要はこれ鎖編みしてるとこなんで、ちょっとね、目がちっちゃいかもしれないけど、間違えないように拾うと。はい。で、普通に長編み、なんとなくちょいきつめ、はい、うっすらきつめに長編み、そして真ん中は、きつめです。はい。で、少し緩ました気がする。はい、お隣は、もうちょっと緩んでもいいのかな。はい、最後は、普通にね、編んだらいいと思います。みたいな感じで。はい。で、1、2、3と細編みをします。はい。ね。7つ長編みをしてきました。ね。これ普通にぼーっと7つやる、ぼーっと編むとブンって膨らむんで、ね。なので、まっすぐに編めるように、最初は普通に編んで、次は、ここも、若干気持ち締めて、3番目、締めましょうか。はい、4番目、結構締めますせ。はい、5番目、もういいか。はい、6番目、かなり緩まして、で、7番目、普通な感じ。みたいなね。はい。で、端っこ細編みで、角。こんな感じで、少し真ん中をきつめに
して、こうあんまりブワンって今少しブワンってなってるんだけど、ね。ならないように、まっすぐになるように。これを普通に編むと本当にね、真ん中ね、今ちょっと押しただけでもブワンってこういう感じなんですよ。こういう感じ。で、次続けてっても、まあ、次の段で終了なんでこれは大したことないんですけど、これどんどんつなげていくと、どんどんこうブワーンってね、こうブワーンって全体的にブワーンってなっちゃうんでね、これをやっぱりこう注意するために、注意っていうか、なんていうの、軽減するためにね、強さを変えて、強さを変えるっていうことの意味はですね、まあ要はこう普通に編んで、この高さですね、高さを短くするっていうことですね。で次少しきつめ、なんとなく、はい、で気持ち、はい、ここきつめ、真ん中結構きつめ、はい、でどこで調節するかっつったらここですね、ここです、この位置です。一番こう3つかかってる最初のところですね。ここを引くときにちょいきつめにすると高さが調節できると思います。はい。まあこんな感じですね。はい。で、1、2、3。はい。ここをね、気をつけてもらって10段目を編むといいかと思います。はい。じゃあ、この先続けていきますね。これね、長編みのとこ7つですね。はい。長編みのとこ7つ。じゃあ、編んでいきます。この段を。はい。とりあえず5個長編みを入れてきました。6個目がね、さっき言ったようにここ割れてますね。ピンピンと。ね。6個目、こっちを取る場面でございます。先ほど説明したように。はい。なので、ここに引っ掛けて、長編みを編んで、で、最後のところね、ここも、この段の立ち上がりのとこなので、上をかぶせるように長編みを最後に入れて、こいつ持ち上げて、はい。で、これで終了ですね。はい。で、これで、10段目を編んだので、10段目でこれで終了でございます。白いのはね。はい。なので、直近します。切ります。はい。10段目終了したので、で、これを閉じていきます。ここの頭に新しい頭を作ってあげるので、お隣の鎖編みのところの目に入れて、鎖目の閉じ方ですね。はい。で、同じとこ戻って2本拾いますよ。こうやってね、2本拾って閉じて、こっちに1回戻して、はい、戻すと目が整うので戻してもらって、ね、これ目が整うと、あとここがね、1本少ないから、このままだとね、はい、通してあげます。で、こっち適当に流して、あとは編みくるんでいけばいいです。はい。はい、こんな感じで形になりましたね。どうですかね。はい。で、そしたら今作ってあげた頭のところを向こう側半目拾って、で、なんならね、心配だったら、こう、もともとあったところをね、ちょっと多めにっていうか2本分ぐらい取ってもらって。で、引き抜いて立ち上がる。もう同じことですね。はい。で、お隣の目に行って、細編み、角。はい。で、これ、11段目。11段目はやることございません。ひたすら細編みを筋編みで入れていくだけですので、ね、こんな感じで、普通に細編みを一周、普通にっていうかもちろん筋編みですよ。はい。筋編みなんですけど、筋編みで一周細編みをしていきます。もうこれだけです。最後11段目はね、縁ですから。はい。では一周していきます。はい。最後の最後まで入れてきましたよ。はい。で、一番最後ですね。これ立ち上がったところに細編みを最後入れて、おろろろ。ちょっといいんだね。はい。はい。で、終了です。はい。これで編み上がりました。はい。じゃあ、直近して糸処理をします。
はい、糸処理です。糸処理、さっきと同じですね。ここに最後に頭作ってあげるので、隣の鎖編みのところに針を入れて、で、ね、頭を作ってあげます。鎖目の閉じ方です。はい。で、頭作ってあげたら、こっちに一回戻して、で、その後はご自由に、なんだ、糸処理だね。はい。糸処理をご自由にしていただいて、どっちの方向でも。私は最近こちら。ずっと言ってんね、これ。ずっと言ってんね、これ。はい。なかなかね、これでやっと半分ですわね。つまり私の撮影も半分ってことですよ。はい。半分。順番通りに一応撮影してるんでね。本当にね。順調ですよ。順調だと思います。でもね、撮影しただけじゃない。だからね、動画編集しなきゃいけない。まだまだ先は長いぜ、みたいなね、感じではありますが、はい、ちょっと待って。はい。はい。で、こいつもね、こいつも処理してあげます。こいつ真ん中のやつですね。ピューと引っ張ったやつなんで、こいつも適当に、処理してあげるんですけど、まあ、これはね、外れることはめったにないんでね、これね、まあ2週ぐらい巻いといてやりゃいいかなぐらいのね、感じで、はい。2週ぐらい巻いといてやって、ね。それいいんじゃないの？余裕っすね。はい。2週もいらないかな。はい。はい、こんな感じで。で、そしたら、こう、引っ張って、こう、形をね、調節しつつ私は切ってますよ。はい。はい。で、こっちか。それで、こうね、ちょっと引っ張ってみて、で、つってね、ちょっとね、調節しつつ、で、後々、まあ、形をね、ちゃんと整えるんですけど、はい、こんな感じですね。できました。はい。じゃあ、どうですかね、大きさは。ちょっとちっちゃいかも、みたいな。でもこれ実はね、思いっきり引っ張ってるんで、こうやって保存する時に引っ張ってるんで、少し角が長い感じになってるけど、多分同じぐらいになってくれると思います。引っ張れば。はい。ミュン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 ってね、ミュンミュンってほら、これだと大きいぐらいになるんじゃ。ああ、ぴったりよ。はい。大丈夫よ、これで。はい。適当です。まあ、でも大丈夫です。これは。引っ張るから。はい。こんな感じで出来上がりました。はい。どうっすかね。はい。じゃあちょっと比べてみましょう。はい。大元々ちょっと比べてみますよ。ここですね。こんな感じでございますね。サイズ感も。はい。このサイズ、もしくはこのサイズよりもちょっとちっちゃいぐらいがいいんだよ、本来は。もう私的には希望にはちょっとぴったりのサイズなんですけど、こっちはちょっと気持ちでかくで、大丈夫ですね。はい、はい、大丈夫ですよ。ほとんど大丈夫です。はい。なので、こんな感じで出来上がりました。違いというのは真ん中がこう、潰れるやつですね。色で潰れて。で、あとこの角っこがどうしてもピュンピュンピュンって出ちゃうって、ピュン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 ってね、出ちゃう。そのぐらいのもんでございます。はい。皆さんはどんな感じで出来上がりましたでしょうか？はい。いい感じでできましたか？可愛いよね、この柄もね。はい。可愛いと思います。大元の私、ここにこう入れてもいいかなっていうぐらいのね、こうポンポンと入れても可愛いかななんて思う感じのデザインになってございますが、はい。というわけで、いかがでしたら今日は。はい。こんな感じで。ちょうど中間地点でございますよ。はい。真ん中まで参りました。はい。残り半分まだまだございます。はい。この先もね、頑張ってやっていきましょうってことです。次はね、こちらです。はい。こちら。ね。これはね、多分ね、そんなに雰囲気変わんないと思います。はい。そんなに雰囲気変わんない感じになりますんでね。はい。次、9日目はこちらでやっていこうと思います。はい。では、本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次、すぐにお会いしましょうということでね、本日はここまで。では、さよなら。いやさ、今日はうちはなんや、9月の何日今日 ?16 日 ?16 日かな。毎日撮ってるんだけど、1日にね、複数撮ったりもするからね。今日16日。昨日の夜寝る前にピュンと。じゃあおまけ。はい、おまけ。はい。で、今日16日なんですけど、昨日寝る前ぐらいに夜中にプーンと新しいニュースっつってなんて言ったらいいんだっけ、ブレイキングニュースみたいな感じでポンと上がってきたわけ、ネットで。で、なんじゃらほいと思ったらさ、またトランプさんがさ暗殺未遂っていう話で、来ましたかとね。私まだ来るんじゃないかなっていう、前にも言ったような気がするんだけど、
来るんじゃないですかねって言ったらやっぱ来ましたね。まあでも今回は全然怪我もなくっていうことなんで、何もなくてよかったんだけど、トランプさんのその自分とこのゴルフ場だよね。自分とこのゴルフ場で締め切って自分貸し切り状態だよね。自分がプレイするからって貸し切り状態でやってたのにそこに入り込んでたって。でもさ、考えるとさ、ゴルフ場ってさ、わかりません、日本のゴルフ場はわかんないけど、なんかこっちのゴルフ場とか見てるとなんか入り込めるんだよね、結構ね、言ったら。でね、いつだかどっかのホテルに泊まった時にこうお散歩、ホテルの敷地内をお散歩しようなんて、ちょっと林みたいになってるわけですよ。ホテルの周りに木がバーッとあってね、そこをお散歩して、であれこっちの先何かしらって、その先行ったらゴルフ場でさ、そのままのコースの中に入っちゃうみたいな、みたいなしかも私の知り合いにゴルフ場の隣に家持ってる人いるんですけど、一応垣根はあるんですけど、あんなの普通に飛び越えられるし、すぐ入れるんですよ、ゴルフ場って。でアメリカのゴルフ場がどうなってるのか知らないし、日本のゴルフ場がどうなってるのかよくわからないけれども、日本の本当のゴルフ場の本コースって私出たことないんで、そんなに簡単に入れるのって言ったら入れるんじゃないかなと私は思いました。まあフランスのしか知らないんであれなんですけど、フランスは結構フリーダムに入れる感じですよ。まあ分かりませんけどね。分かりませんけど、いやもちろんだから、例えばその私が行ったそのホテルに泊まってたところのゴルフ場がそのホテルが経営してるゴルフ場だったらもちろん入れるだろうしね。その辺は分かりませんけど、だから普通のゴルフ場がどんな感じでそのなんつうの外と区切りつけてるっていうかね、ああいうしてここで、でもトランプさんのところでさ、それで貸し切りにやって締め切ってやってるところだからさ、多分結構な感じでガードしてんじゃないかなとは思いますけどね。日本はどうなんでしょうね、よくわかりません。まあ大事がなくてよかったと思ってます。なんとか持ちこたえて選挙までね、っていうかさ、考えるとさ、本当にそこまでしてなんとしてでもトランプを阻止したいっていうその力がね、やっぱり働いてんだよね。だからさ、例えばさ、安倍さんの時もそうだったけれども、ヘイト、言ったらだってあれじゃないですか、安倍さんに対してなんか完全にヘイトじゃないですか。あんな放送もさ、テレビもさ、雑誌もあんな安倍さん叩きなんて、あれはっきり言ってヘイトですよ。でトランプに関しても同じことやってるわけですよね。で今高市さんに対しても同じようなことやってるわけで、そうやって煽ることで、ああやって長としては良くないっていうふうに判断した人たちがね、何のあっちからこっちからのなんつうの命令とかそんなのなくて、俺がやってやるみたいな感じで言っちゃう人とかいる可能性もあるわけですね。いや、甘噛みは違いますよ。あれはね、個人でできるようなもんじゃございません、絶対に。はい、もちろんでございます。っていうか、どう考えてもおかしいんで、あの事件に関してはね、またいろいろ喋りたいことあるんですけど、なんかやばいらしいですからね、あんまり喋れないんですけどね。あれは私は単独じゃないですね。単独犯じゃないというよりも他から来てますね、どう考えてもね。まあそんな感じでね、だからそんな感じでこう世間をね、そういう形で煽るっていう感じで、例えばね、あんまりいい風に思ってない人にあっちからお声掛けがかかるかもしれないじゃないですかね。そういうのもあるかもしれないね。煽られた人たち、じゃあ俺がやってたヒーローになれるかもしれないっつってね、どっかの国なんかはさ、愛国無罪なんてのがあるじゃないですか。同じですよね。じゃあみんな人民じゃねえや、人民って言うとどこだかバレちゃうけど、国民がね、あの人になってもらったら困るとみんなが思ってると信じ込んでいたら、じゃああいつを抹殺したら俺は国民のヒーローになれるって、もう勘違いするやつなんかいくらでもいそうじゃないですか。特にアメリカとかね、日本もそうかもしれないけど、なんかそれ考えたらやっぱりね、ああやって煽るっていうのはある程度のそういうなんだろうな、目的を持ってといいますか、自分たちの目的を完遂させるためのこうサポーターを増やすっていう意味もきっとあるだろうしね、ということでね。とりあえずでもね、無事でいてよかったなっていう、それだけです。はいね。民主主義の敵だなんて、トランプが民主主義を壊してる、民主主義の敵だなんつってて、お前らやってること何なんだって話じゃないですかね。選挙に出て公正に戦おうとしている人間を、ね、表に出てきてみんなに選挙で、票を入れてもらって、それで通って、で自分が、政治の長についてやりたいことをやるっていう、そういうね、公平な選
挙っていうか公平な形でね、公正な形で出てきて、まあ選挙自体はあれですけどね、あれねダメなんだけれども、でも一応形としてはそういう形なんですけど、裏でねその操るオバマとは違って、表に出てきて自分がやろうってわけだからね。それはもうクリアじゃないですか、それってね。それでやろうとしてる人をああいう形でこう抹殺しようっていうのは、それこそ民主主義の敵ですよっていう話だよね。何やってんだ。大体ね、民主主義の敵とかね言ってる人自体が民主主義の敵だったりもするしね、今回の大統領選見ててもそうじゃないですか。じゃないよ。なんだハリスとトランプの討論見ててもそうじゃないですか。トランプが嘘をつくってね、これから皆さんトランプのたくさんの嘘を聞かされると思いますって言って、お前じゃねえか嘘ついてんのって全部ね。何トランプは警察の予算を減らそうとしているって、そんなことトランプは一言も言ってません。それ言ってんのおめえじゃねえかって言って、全部自己紹介してんすよ、あの人が。はっきり言ってこの前の討論見ててね思ったんだけど、全部自己紹介じゃないかそれみたいな。なんかね移民について移民が増えたのはお前のせいだみたいなことをまたハリス言ってきて、違うだろうとお前じゃねえかって全部そのなんだろうブーメランでもないわけよ。ブーメランじゃない、自己紹介してんのよ。そう全部自己紹介してるなと思ってさ、本当に何を言っちゃってる。また愚痴っぽくなっちゃった。私が言いたいのはね、愚痴じゃないんですよね。言ってたことをこう言ってましたよっつって事実を言ってるだけでありますが、まあとりあえず今回無事でよかったね。今日9月16日この動画が出るのは多分もっと後、すっごい後多分2週間ぐらいは後になると思うんで、だいぶ遅れてると思うんですけど、で多分だから総裁選もきっと終わってる頃じゃないかなとね、私がバカンス行ってる頃に出るんじゃないかなと思うんで、全然話題としてはずれてると思いますけど、はい参戦もうこの動画を撮った時点での私の感想ということでよろしくお願いしますっていうわけですね。はいというわけでございます。まあね、ここまで半分で編んできて、ゆっくり編んできてね。で、次また続いていくんですけど、まあ、ポコポコと間にちょっと、なんか、あれかな。お休みっていう感じで、別のものが入ってることを願います。ね、今のところノーアイディアでね、どうしようかなと思ってるんですけど、どうなってるか分かりませんが、皆さんが飽きないようにね、やっていきたいなと思ってますんで、ここまでね半分まで頑張って編んでくださった方ね、最後まで完成させるためにね、ゆっくりね一緒に、16枚目までね16柄、16モチーフ全部、最後までね、ぜひお付き合いくださいということで、じゃあそういうことでまあ今日はこのぐらいにしとくかね。じゃあね、じゃあバイバイ。